はい、皆さんこんにちは、ことなです。梅雨の中休み、晴れていい天気なんですけどね、風が熱風で暑い。今ね、外の気温が見えます？ 29.4 度、車内は 30.9 度になってます。あんまりにも暑いんでね、扇風機回してます。で、車中泊。夏はね、この暑さ対策っていうのが本当大事で、皆さん苦労されてると思います。そこで今日はこれから夏本番を迎える前に僕がとっている暑さ対策、これをねご紹介していこうと思います。もちろんクーラーなしの対策です。ご参考になれば幸いです。それでは早速、ご紹介してまいりましょう。はい、対策の1番目は涼しい場所を選ぶ。もうねこれにつきます。関東近郊であればね、一応標高700メートル以上を、目安にオートキャンプ場とか河川敷の野営場とか、場合によっては道の駅を選ぶようにしています。このぐらいの高さまで上がるとですね、よっぽどのことがなければ熱帯夜、要するに夜になっても25度以下にならないような、夜のことですね。こういう状況にはならないかなと。で、風もそこそこあるんでね、窓を閉めてちょうどいいぐらいまで冷え込むことの方が、多いですね、夜中とかは。ただどうしてもね海にも行きたいんですよね。夏ね行きたいんだけど、海はね風は結構吹いてることが多いんですけど、やっぱり潮風でベタベタなのとなんていうかな、風そのものが冷たくない。だから車内とか吹き込んでもねそんなに温度下がんないんですよね。そうするとやっぱり山の上とか高原の方が確実にね温度が下がる可能性が非常に高いんでね、どうしても山の方を選ぶようになりますかね。せっかく行ってね暑くて寝られないんじゃ困るんでね、夏はやっぱり涼しいところ、標高の高いところを選ぶようにしています。場所選びにとにかくこだわってください。2番目は網戸にする。これはね要は窓を開けるということです。ただね、単純に窓を開けちゃうと夏はもう間違いなく蚊とかね虫が入ってくるんで、網戸が必要というわけですね。もちろん虫がいなければ網戸なくたっていいんですよ。窓を開ければいいだけの話なので。ただね、僕の経験だと標高 1000m ぐらいのところまで行っても蚊とかいますよ。ちょっとした水たまりとかあればね川を開くんでね、蚊だけじゃないちっちゃな小バエとかね、いろいろ虫標高が高くてもいますから、網戸にして開けるっていうのがやっぱり一番いいかなと思います。で、網戸なんですけど、お車のサイズによっていろんなのが取り揃えられてあります。で、ホームセンターとかオートバックスみたいなああいうカーショップに行けばねいくらでも手に入るのでご購入していただければ、ドア1枚あたりね、1000円前後かな。最近じゃダイソーとか100均とかでも売ってます。で、取り付けタイプ、これがねマグネットでピタッと貼れるものとかはめ込み式のものとかいろいろあるんですけど、僕がねおすすめするのはねこれ、今ね丸めちゃってますけど、広げてねドアの上からこうかぶせて固定する。普通のねドアだとすっぽりかぶせるタイプですよ。で、スライドドアになるとでかくなっちゃうんで、すっぽりかぶせるんじゃなくて四隅をこう引っ掛けて、で内側からこうベルトでキュッと締めるっていうね、そういうタイプなんで、それがこれなんですけど、やっぱりね選ぶ時にこの収納した時にかさばらない、装着が簡単、風が吹いても外れない、窓の開閉ができる、このね4つのポイントで選ばれるといいと思いますよ。結構ね網戸つけちゃうと窓の開け閉めができなくなっちゃうとかっていうのでね不便さを感じる方結構いらっしゃるんでね、はめ込み式はそういうのが結構あるかな。なので今言ったような4つのポイントで選ぶといいと思います。そうするとねおのずとこのかぶせるタイプになると思いますよ。だから僕はこの値段的にも、装着も簡単で、かさばらない、これをね、おすすめします。でね、唯一欠点をもし挙げるとすれば扉にかぶせるので絶対ドア開けなきゃなんないんですよ。
そうするとね、雨の日とかね、これがちょっとびしょびしょになったりはしないけど、やっぱり開けて濡れちゃう。その間は多少扉の内側もね濡れたりとかするんで、唯一、欠点を挙げるとすればそこかな。あとそれ以外はねほとんど問題がないんで、僕はこれを一番おすすめします。で、ちなみにですけど、現在僕はですね、スライドドア用のこれはね使ってなくて、これをちょっと改造してですね、こういう木枠の、これと同じ木枠にしたくって、常設タイプの、網戸に変えました。お部屋感を出したくて DIY しています。それとね、バックドアもねちゃんと売られてますけど、やっぱり面積がでかいから、これはね1枚1000円ってわけいかなくて、だいたいね3000円台から4000円ぐらいで、真ん中にファスナーがついてこう開閉して、出入りができるような、そんな感じに、ね、なってますよ。これもねホームセンターとかで売ってます。で、僕はそれを使ってたんですが、昨年ブルートレンまがいの柄にしたですね、網戸自分で作ってやってますので、今はね網戸は全部オリジナルを僕は使っています。もしね自分で作ってオリジナルのものをしたいっていうんでしたらね、過去動画に上げてますのでね、ご参考にしていただけると、幸いです。対策の3番目はバックドアストッパーを使ってバックドアを開ける要は、後ろのドアを開けるということです。いくらねこっちの窓全開にしててもね、この後部のカーゴスペースって熱がこもっちゃって逃げないんですよ。風がねこっちまで来てくれない。なのでこれを解消するにはもう後ろを開けるのが一番。開けた瞬間にもう劇的に車内の温度、風がスーッと流れるようになって変わりますから、極めて有効です。ただね、寝る時にこれをやるとセキュリティ上の安全の問題、それからね天候が悪くなった時、要は雨が降った時に吹き込んできたりとかっていうのがね、弱点です。でそこをね100% じゃないけれど改善するのがこちら、タイトルにあるそのバックドアストッパーですよ。これはね DIY して作ったものです。でこれはね最初からこういう形のものがあるのを僕は見つけて、最近はこれを使ってる。でね、長さが長ければ長いほどドアが開くんですよ。であんまり開けちゃうとね、人の出入りができたりとか、セキュリティ上の問題がどんどん低下するんでね、安全性が低下するので、せいぜい10センチから15センチぐらいでとどめとくっていうのがいいと思います。でこれを使ってね、本当に10センチ15センチこの幅だけ後ろのドア開けてるだけで、車内のここから入ってきた風とかがこっち後ろへ流れるようになるんで、本当にね温度がスーッと下がっていきますよ。ただ安全にね絶対っていうのはないので、こういうものを使用して後ろロックはちゃんと電子ロックかかりますよ。これ実証済みですけど、なんだけれどもこんだけ後ろをやっぱり開けて寝るっていうことに関しては、その使用する場所状況、ここはね十分に考慮して使ってください。その辺のことも含めてね、バリエーションとか、作り方いろいろ過去動画で説明しておりますので、もしよろしかったらねそちらの方もぜひご参考にしていただければ幸いです。はい、ここまでがねお金をかけない、かかってもわずかな出費で済むもの、そういうね有効な暑さ対策っていうのがここまでで、これからはさらにそれに加えてね、快適に過ごすためのグッズギアを紹介していきたいと思います。対策の4番目は扇風機です。いくらね標高が高くてひんやりする場所で窓を開けていても、無風状態だったりすると外はひんやりするんだけど車内はね熱がこもって暑いっていうことがあります。でそんな時にね大活躍するのがこの扇風機なんですね。でねタイプはいろんなものがあるんで、購入する時の重要なポイントとしてね3つ僕は挙げたいと思うんですけど、まずクリップタイプかつ置いて使えるもの、要するに設置場所を選ばないということですね。まずそれ第一。だからね2番目はできればコードレスがいいと思いますよ。バッテリー充電式のもの、これが2番目。それから首振り機能が、ついているということ、このね3つ満たしたものを選ぶといいかと思います。
そこでね、僕がおすすめなのはね、これなんですけど、キーナイスっていうね、メーカーさんでね、Amazon で3500円ぐらいかな。で、これほら、今言った通り、クリップ、こんなでかいクリップ、しっかり挟めて、こういうところにこうやって挟めるのね。で、このまま置いても使うことできます。で、それにね、さらにこれ、ここ、穴があって、こう、ネジとかをこう入れとくと、壁掛け式で使うこともできるというやつね。で、これね、あれどこだっけな。あ、ここだ。ここにね、まあ、USB のタイプ B だけれど、コード差し込んで、USB 充電ができます。でね、これすごいんだよ。充電満タンにしとくでしょ。そうするとね、弱にしとくとね、一晩中つけてても翌日まだ全然なくなってない。まだね、これが充電切れちゃって使えなくなっちゃって困ったっていうのは一度もないかな。1泊2日だったら。そのくらいね、持ちがいいです。で、3段階あってね、これで1番、2番、3番、かなり強いんですよ。はい。こんな感じでね、で、首振り機能もあるんでね、これすごく優秀。このメーカー、キーナイスって中国のメーカーなんだけど、まあ、扇風機以外に昔から結構いくつか庭用品のものとかね、こうライトアップするための照明とかいくつか買ったことあるんだけれど、割ときちんともの作ってて外れがないんだよね。で値段が安い。だからね、結構通販で買ってもこのメーカーさんは割と信用できるかな。キーナイスさんは。だからそこの扇風機なんでね、買って、やっぱこれ良かったですよ、すごく。色はちょっと黒しかないけどね、ここのタイプが違うやつだとあれかな、首振りがないやつはなんか他の色があったかな、白かなんかあったような気がするけれど、まあまあ、機能的にはもうこれベストです。でね、僕はこれね、2台使ってるのね。今、後ろにこうやってあるし、ここにあるから2台持ってるの分かると思うんだけど、でね、なんでこれ2台あるかっていうと、こちらはね、こうやって逆さまにして、ここのアシストグリップ、僕はアシストグリップがないんで、その穴のところにアングルをつけてるんですけど、このアングルに逆さまに固定して窓を開けると、外側の空気をこの換気扇の逆ですよね、取り込むっていう形でこれをやってるんだけど、車中泊でね、寝たことのある方は経験あると思うんだけど、寝る位置って窓の高さより下じゃないですか。そうするとね、窓を開けて外の風が、仮に扇風機がなくて入っていたとしてもね、風がこう窓から窓へ抜けちゃってね、下に来ないのね、意外と。でね、こっから下ってね、熱こもるんですよ。でね、これでね、暑くって寝られないっていうのがあるんで、それはね、扇風機でこうやって外の風を送り込んでも同じなのね。だから外の風をこれで取り入れて、もう一個はね、僕はね、ここのルーフラックの上にこいつをつけて、それでね、首振りにするんですよ、一番弱くして。そうすると外の風が入って、こいつが逆に下に向かって首振りで混ぜるっていう形で、下の熱もこもらないっていう形でね、2台使って僕はやっています。これね、非常にいいですよ。1台でね、ここから入れながら首振りっていうこともやったんだけど、やっぱりね、この角度だとね、なかなか下の方まで来なくって、それでね、2台使うようにしてます。標高の高いところだとね、大概寝入り花はそうやってつけてるんだけど、夜中寒くなったら大体止めてます。そんな感じなんで、非常に有効なグッズだと思いますよ。はい、対策の5番目は換気扇です。料理するときはね、もちろんなんですけれども、それ以外でも車内のその熱をね、外へ逃がす空気の流れを作るという意味で、扇風機と併用すると非常に有効です。で、僕のおすすめはこちら、窓掛けタイプの2連式換気扇です。オリジナルメーカーがどこだかわからないんですが、僕のはポラキシーっていう販売元のもので、Amazon で2600円ぐらいでした。これを2つ購入して4連にして使っています。で、僕はね、ちょっとスライドドアにここの部分が当たるので、カットしてますけど、これ本当はこちら側と同じように全部こう囲いが両方ともありますからね、形がちょっと僕はいじっちゃってるんで変わってます。で、バッテリー式のね、充電式でコードレスっていうのがあればいいんですけれども、残念ながら今のところはないみたいでね、
今後そういうものが出てくればいいなとは思ってます。電源はモバイルバッテリーにつなげて使ってます。はい、ここまでは車内の空気を冷やすための工夫のお話でしたが、これからご紹介するのは体を冷やすための工夫のご紹介をしていきたいと思います。6番目はこれ、空調服です。僕はねこの半袖タイプのものを使っているんですが、車内外問わず本当に快適です。でこれのおかげでね汗をかかずに、テントの設営とかもできるんでね、一度使っちゃったらもうちょっと手放せないかな。超おすすめです。でねこれ今ちょっとここにスイッチこうやってあって、ここにねモバイルバッテリーが入ってて、でねちょっと見えるかな、よいしょ、ファスナーでこうやってね開けると、この内側にこうやってね見えます？ファンがついてるんですよ、ファンが。でねこれね必ずこのファスナーをね閉めて首まで全部こうやってやってくださいね。そうしてねこれ空調をよし入れると空気がバーッと外からバーッと入ってきて、でここからこう抜けるんです。ここから抜けるんですよ。でねこう全体的に空気でこの風船みたいに膨らんでて、あんまり格好は良くないかもしれないけど、ただね常にこう体の中をこう空気が流れてこういうところからこう抜けてってるんで、ほんとねエアコンの冷たい風に当たるよりこっちの方がいいような気がしますよ。これはね超おすすめで、だいたいねお値段は Amazon とかでも3、4千円からありますけど、色がねほとんど黒なんだよね、見てると。で黒でもいいんだけどさ、なんか他のもうちょっとこう、カジュアルというかおしゃれな色が欲しいなって探したら、たまたまこれがあってね、僕のはこれアイリスオーヤマのクールウェアっていうシリーズなんですよ。で空調服で半袖とか長袖とかいろいろあるんですけどね、他にもベージュとか別な色があって、僕はこのモスグリーンっぽいっていうかカーキを選んだんですけど、ただねお値段は3、4千円じゃないです。これね結構高くて Amazon でね1万1000円ぐらいだったかな去年。ちょっと高いんだけど、でもねやっぱり夏の間中これ身につけるもんだから、あんまりねその自分が好きじゃない色とかっていうのは着たくないから、やっぱり色とかデザインとかねそういうものを選んで、安かろうまずかろうは嫌なんでちょっと高いなと思いながらも、1万1000円で買いましたよ。おかげで去年の夏すごく快適に過ごさせてもらったんでね、今年もこれは多用します。夏の間は本当に気持ちいい。でバッテリーの容量を大きくすればね、本当ね1日使っててもなくなって止まっちゃうってことないですから、これ本当にいいですよ。おすすめです。7番目はエアリズム。これはもう説明不要ですね。夏用下着です。多くの方がすでに着用されていると思うんですが、これは夏の必須アイテムですね。対策の8番目はゴザです。寝る時なんですけど、インフレーターマットとか折りたたみマットレスをご使用になっている方、その上にねこのゴザを引いて寝ることをおすすめします。体のね粗熱を取ってくれてひんやりしてとても気持ちがいいです。あとこのいぐさの香りね、これがヒーリング効果があってとってもいいですよ。ただ、気をつけていただきたいのはうつ伏せで寝た場合、翌朝ほっぺたがゴザになってます。ここは要注意です。もちろんこれ以外にですね、こういったこれニトリのやつなんですけど、ひんやりタイプの、シーツ、これをねかけるっていうのも二重丸です。はい、9番目はアイスノンです。これはもう僕が子供の頃からねお世話になってるアイテムなんですけど、体のほてりを和らげるのに本当に有効な商品です。車中泊でねどういう時に使うかっていうと、寝る時頭というよりはですね、この首の後ろここに当たるようにして使ってやると、この動脈のところでね血液が冷やされるので、動脈を通じて体全体のほてりが和らぎます。そういう使い方がね一番効果的だと思います。あとこれケーキとか買うとよくついてくるね保冷剤、捨てずに冷蔵庫でねたくさん取ってあるご家庭も多いかと思うんですが、これをね
こういうハンカチとかにくるんでアイスノンの代用として使うっていうこともありです。車中泊の時はですね、僕はこういう形で寝る時に両方の脇の下に挟んで、寝ると、まあ餅はねせいぜい15分か20分ぐらいなんですけれども、気持ちよく眠りにつくことができます。これもねおすすめです。はい、最後対策の10番目はクーラーボックスです。これはもう必須アイテムですね。とにかく保冷力、ここを重視するというのであれば、キャンプメーカーじゃなくて日本の釣り具メーカー、特にダイワシマノのクーラーをね買うことを僕はおすすめします。この保冷力ってことに関しては、釣った魚を鮮度を落とさないでお家へ持って帰るっていう、ここにね特化した形で長年培った技術っていうのはもう半端じゃないんですよ。ここに関してだけは性能面はねキャンプメーカーでちょっと比較にならないくらいの技術です。ただ難点を言えばやっぱり釣り具なんですよ、所詮。だからデザイン性、おしゃれ度合いっていう意味ではね、どうしてもねやっぱり昔よりは全然良くなったけど、基本的な形は変わってないし、色使いなんかもキャンプメーカーに比べるとね、同じ水色であってもキャンプメーカーだとさ、こうアイスブルーみたいな感じとかメタリックな感じとかおしゃれな感じっていうのあるんだけど、釣り具屋さんがね水色っていうとやっぱり本当に水色で、まあポリバケツとは言わないけどさ、どっちかっていうとそのプラスチック感の強い色とかね、なんか少しは派手にはなってきた、明るくはなってきたんだけど、やっぱりねデザイン性ってところではねキャンプメーカーさんに負けちゃう。なので今ある中からやっぱりそういうところも含めて釣り具メーカーのものを選ぶとね、どうしても最終的に行き着くのはね、僕もそうだけど白になっちゃうんですよ。でまあ白だったら悪くないんだけど、ただねこれキャンプ場でサイトをこう自分なりに毎回こうレイアウトするでしょとね、こいつね浮くんだよ。白ってねすごく浮く。だから迷彩とかなんかコヨーテとかっていう色だったらまだいいんだけどね、そこがねちょっと難点かな。そういうことを我慢できる、気にしないっていうんだったら、もう本当にね、釣り具メーカーのクーラーボックス、これ一押しです。あとね釣り具メーカーでも、これは今ハードタイプですけど、ソフトクーラータイプだと若干迷彩色のものとかベージュとかコヨーテ色、これはね割とキャンプメーカーっぽいのと並べても遜色ないくらい、おしゃれといえばおしゃれですよ。そういうものを選ばれるっていうのもいいかもしれない。ただソフトクーラーはハードクーラーと比べたら絶対保冷力は落ちます。昔のねソフトクーラーよりは良くなったけれど、今のやっぱりハードクーラーのいいのと比べちゃうと、ソフトクーラーの一番上のクラスであってもやっぱりね保冷力はソフトの方は落ちちゃいます。だから保冷力を取るのかデザインを取るのかっていうのが一つ分かれ道にはなるとは思いますけどね。ちなみに僕はダイワのクーラーを使っています。夏場はこちらプロバイザー HD の21リッターっていうのをね使っています。これね、何がすごいかっていうと、蓋とそれから底、それからこの側面全部6面がですね真空ウレタンパネルなんでね、断熱性がすごい高いんですよ。従来のダイワのクーラーの最上位モデルのさらに 1.5 倍の保冷力ということでね、それがどのくらいなのかというと、例えば2泊3日で車中泊に僕が釣り兼ねて行った時はね、夏場で家を出る時に入れた板氷2つ、これがね帰る時まで小さくはなってますけど残ってます。そのくらいね保冷力が強力なんですね。だから夏場はこれを多用しています。でお値段はね車載用のポータブル冷蔵庫ってあるじゃないですか。あれよりねはっきり言ってこっちの方が値段高い。なので強力な保冷力とその代わり電源不要ですから、ここが魅力かな。でそれ以外の季節はこちらクールライン GU1000 10リッターっていうのを使っています。サイズも手頃ですしね。でねこちらの場合も夏以外だったら1泊2日で板氷1個、帰宅時までしっかり残ってますのでね、全然十分ですよ。
でね、お値段も1万円前後と、手頃なんでね、まあこちらおすすめですね。僕はこの赤いのを選びましたけど、他ブルーとかグリーンとかね、いろんな、まあ、このロゴの色のところと蓋の色が変わるだけですけどね、まあバリエーションもあるので、まあ、白で良ければね、おすすめです。はい、クーラーなしで夏の車中泊を快適に過ごす10の方法、これについてお話してきましたけど、いかがだったでしょうか。この他にもね、車内でなるべく調理をしない、もしするんだったら IH とか電磁器具を使ってね、要は車内でこう熱が発生しないようにする、これね非常に有効だし大事なことですよ。いいと思います。ただポタ電が必要にはなりますけどね。それからあとオートキャンプ場とか、河川敷の野営場、こういったところでね、テントが張れるような場所であれば、無理にこう車中泊だからっつってこの中での生活にこだわるんじゃなくて、すぐにね、テント泊に切り替えるとかっていうことをした方が僕はいいと思います。車内よりテントの方がね断然涼しいのは間違いないのでね、そういった臨機応変な対応っていうのは必要になるかと思います。でこれだけやって、クーラーがないとダメだなっていう状況にもしなったら、車中泊続行しちゃダメですからね。熱中症のリスクがね極めて高い中で、特にソロで行ってる場合、もう危険がね非常に、高い状態になりますので、その場合は車中泊を中止して帰路に着くようにしてください。そうすれば車走り出すんでカーエアコンもかけられるし、熱中症っていうのは避けられるようになりますのでね、決して熱中症侮らないようにしてください。ということで、本日はお開きにしたいと思います。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価ポチ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあのー、バイバイ。